こんにちは、すみれです。今日の動画ではマリオから出たファンデーション、そしてパッドマックグラスから出ているファンデーション、それぞれ片面ずつ比べていきたいと思います。そして私の肌なんですけど、現在39歳の後半で普通肌、細かいシミがあります。で、私の好みのファンデーションはピグメントがしっかりと入っているフルカバー率のファンデーション、それを薄く塗ってシミをカバーするのが好きで、基本的にコンシーラーとかさらに上に重ねたりするのは好きではないタイプです。で、今回のマリオのファンデーションについてなんですが、このファンデーションは自然なツヤのある仕上がり、そしてお好みのカバー力にできるように重ね付けがしやすいタイプ、肌呼吸ができるようなとっても肌に軽いフォーミュラ、モイスチャーグリップテクノロジーといって、ビーガンのスクワランとグレープシードオイルの植物ブレンドで12時間肌に潤いを閉じ込めてくれるような働きがあります。長時間長持ちしてノンオキシダイジングといって、長時間肌につけても酸化して色がくすんだりしないようなものになっています。こちらは 30ml 入っていて$42、フレグランスフリーのアルコールフリーの商品になっています。全30色のうち私がいただいたサンプルは120番 11N7C になっています。私が持っているパッドマックグラスの色味と近いことから、マリオは 7C の色味で今回検証していきたいと思います。一方、パッドマックグラスのファンデーション、全36色重ね付けができるミディアムカバレッジ、そしてソフトフォーカスのサテンフィニッシュ、12時間長持ちするもの、そして軽いつけ心地、セルフセッティングでノンコメドジェニックといって毛穴を詰まらせないように特別に配合されたファンデーション、ヒアルロン酸とセラミドを活性化することにより水分補給を促進するように設計されています。パラベン、タルク、香料、オイルなどは使われていません。こちらは 35ml で$68の商品です。このファンデーションに言われているセルフセッティングテクノロジー、そのファンデーション自体で特にセッティングパウダーとかはしなくても、ある程度のセッティングの力があるということですね。で、このパッドのファンデーションは成分の4つ目に多く配合されているのがアルコールなんですね。で、これはアルコール含有量が結構多めに入っているので、そうするとアルコールの揮発性が高いので、ある程度さらっとしてくれて、セッティング能力があるといった形なんですが、ただ肌がものすごい敏感な状態の時っていうのはアルコールがものすごい染みる時もあると思うんですよね。なのでこのファンデーションは4番目に多い要素としてアルコールが入っているので、かなりの敏感肌の方は一応知っておいた方がいいかもしれないので、動画でお伝えしておきます。結構私こっちの方がシミとかが多めなんですよね。なので半顔ずつやると全く状態が同じではないっていうのはちょっとフェアじゃないかなとは思うんですけども、なので今日はこっち側にパッドマックグラス、こっち側にマリオ、明日はこっちにマリオ、こっちにパッドマックグラスにしてちょっと変化を見ていきたいと思います。まずパッドマックグラスのファンデーションはライトの7です。で、これは私ちょっと明るかったかなと思うんだけど、明るすぎはしないので、一応これを使っていきます。で、パッドマックグラスからもファンデーションブラシが出ているんですが、私はそちらを持っていなくてこのタイプを持っています。かなりコシがあって毛も詰まってるんですね。個人的にアワーグラスのファンデーションブラシとすごく似ているので、私の使うファンデーションって結構フルカバレッジが多かったりするので、これはよくファンデーションブラシで使っていますが、このパッドのテクスチャーってすごく緩いんですね。なので柔らかめのブラシの方が適しているので、エルフのブラシを使おうと思います。そしてマリオの方はイットコスメティックのエアブラシタイプのもので、ブラシの感じもすごく似てるので、これでやっていこうと思います。こういうゆるいパッドマックグラス、これですね、塗ってきますね。さっと塗るとこんな感じなんですが、よく見るとまだカバー力が足りないんですね。ただこういったベースのメイクは薄めにして上からコンシーラーをやりますよっていう人はいいかもしれないんですが、私は結構ファンデーションのみでやりたいタイプなので、これだと重ね塗りが必要になってきます。私あんまり重ね塗りって好きじゃないんですけど、ここの上にのせますね。もうちょっとのせてどんな感じになるか見ていきますね。自然な仕上がりにしたい場合はとてもいいかなと思います。
で反対側にマリオを塗っていきます。個人的にマリオの方がカバー力が少しねあるような気がします。同じミディアムカバレッジぐらいなんだけども、マリオの方がね少しこの肌に吸い付くというか、パッドに比べてはもう少しこってりめなんですね。パッドの方がもっとサラッとしてます。こっちの方がもう少しクリーミーな感じなので、私は質感的にマリオの方が好みだったりします。でも私も出かけなきゃいけなくて、なので今はあれからちょっと眉毛を描いて、で私が使ったのはアワーグラスのセッティングパウダーですね。やり方としてはパッドマークグラスのねこういったブラシ、結構これしっかりとね目が詰まっているのでスポンジでもいいんですけども、私は今回ブラシでトン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 とね押すような形で全体にセッティングをしました。その後に柔らかめなブラシで少し取って払って全体的にふわっとねパウダーを均一につけつつも、余計についた粉っていうのを払ってあげて、ちょっと磨きを出しじゃないですけどね、そういった形で全体につけてあげました。なので今は日焼け止め、パッドマークグラスのファンデーション、マリオのファンデーション、そして全体的にアワーグラスのセッティングパウダーがついた状態です。でこれからねちょっとマスクをして外出する用があるので、3時間ぐらいで帰ってくるかなと思うんですが、今の時間は朝の10時47分、10時50分ぐらいなので、またこれがねマスクでどんな風に変化してるかなどもね見ていきたいと思います。それでは後ほど。戻りました。今1時40分なので2時間半ちょっとマスクをつけて話したり笑ったりっていったね形だったんですけど、撮りますよ。さあどんな状態になってるか見ていきたいんですけど、マリオの方がちょっとほうれい線に入ってるかな。マスクの内側なんだけども、マリオの方がこの辺り結構ついてる気がしました。ということでこれからまた5時間後に皆さんとお会いしたいと思います。今夜の7時12分になります。今のね肌の具合はこういった感じになりますが、皆様どんな感じに見えますか？やっぱりねちょっと化粧崩れとかこの小鼻の横のとことかね、そういうのはあるかもしれないんですけど、ただ8時間半以上つけていて、全く直したりもしないでこのぐらいの感じであれば自然なツヤ感があって、それはねすごく綺麗だなって思います。ただ私の場合はこういったね毛穴とかね細かいシミがあるので、このファンデーションを私が使うんであれば毛穴のプライマーをして、そしてねもうちょっと重ねてカバーをするか、またはちょっとコンシーラーみたいなもので上からね薄く重ねてあげるしかないかなと思います。でパッドもマリオも12時間ロングラスティングっていうことなので、今8時間半ぐらいなんですが、せっかくなので12時間まで見てみたいと思います。夜の10時半過ぎに1日ね化粧直しを全くしないでどのくらいの感じで持つか、その時に12時間後にこれでね化粧直しをちょっと簡単にしてみたいと思います。これを毛穴の目立つ部分とかにブラシでパパッとつけてるとどのくらい綺麗に直されるのかっていうところを見ていきたいので、それは12時間後に一緒にやっていきたいと思います。夜の10時49分になりました。もうちょうどね12時間ぐらいが経過したんですけども、これがね12時間何もリタッチしないで過ごした結果になります。ご覧の通り化粧直しが必要な感じですよね。でこの段階で皆さんはどちらの方が好きとかありますか？でも誰が見ても右と左ファンデーション全然違うねっていう仕上がりではないかなといった印象があります。両方ともねミディアムカバレッジな感じでツヤ感がある感じなので結構似てるかなとは思うんですが、よく見てみるとマリオの方がほうれい線のところのファンデーションがちょっと目立つ気がします。明日もね逆にやってみて同じ結果だったらね本当にそうかなと思うんですけど、とりあえずね今からちょっと化粧直しでパッドマックグラスのこれをね使ってみたいと思います。ティッシュとかでティッシュオフをした方がいいとは思うんですが、あえて何もせずこのままこの上に乗せたらどうなるのかをちょっとお見せしますね。こんな感じで取って左から乗せていきます。毛穴感がぼやけたの分かりますか？今度こっちもいきますね。いい感じで毛穴感がぼやけてくれました。次鼻、そしておでこ、
顎、ほうれい線のところはちょっとなじませます。こんな感じで毛穴の存在を少しねいい感じでちょっとぼやけてくれたんじゃないかなと思いますが、皆さんは見ててどうでしたか？これはねほんとちっちゃくて軽いし持ち運びにも便利ですぐパパッとお直しができるので結構好きで使ってるんですけど、今日1日目はこっちがパッドマックグラス、そしてこっちがマリオで全体的にアワーグラスをのせて、お直しはパッドマックグラスのこのタイプになりました。明日は反対にこっちの方がねシミとか多いから、こっちにパッドでこっちにマリオで同じ感じのセッティングで見てみたいと思います。で、そうになりました。ということで今日もこれからちょっと色を塗っていきたいんですけど、日焼け止めから塗っていきますね。日焼け止め塗り終わったので今から3分待ちたいと思います。タイマースタート。3分経ったのでファンデーションを塗っていきたいと思います。こんな感じになります。で、左側にパッドマックグラス塗っていきたいと思います。こんな感じで今パッドマックグラスも塗り終わりました。今回も昨日とね全く同じ製品と付け方でいきます。こんな感じでセッティングが終わりました。今回はこちらにマリオ、そしてこちら側にはパッドマックグラスです。セッティングパウダーはアワーグラスをつけましたが、皆さんどうでしょうか？ちょっとねいろいろしていたらあっという間に7時間ぐらい経ってしまったんですけど、今日は1時間ぐらいマスクをして、あとジムで30分ぐらいウォーキングをしました。ただウォーキングでもかなり早歩きもしたりしたので、体がちょっと汗ばんでくるぐらいの運動量ですね。でもちろん料理したり食べたりとかねいろいろ入ってくるんですが、ほうれい線の入り方は同じぐらいかもしれないです。その他も似たような感じで大きな違いっていうのはあまり感じられないんですが、皆さんはいかがですか？どっちの方がいいってありましたらぜひコメント欄で教えてください。で、今日2日目はちょっとこっちのシミの多い方にパッドとか塗ってみたんですけど、私ねジムとか終わった後とかふと鏡を見た時にパッといいかもって思ったんですよね。なんかこう明るい感じがして、昨日のマリオの時の見え方よりもパッドの方がちょっと見え方が好きかなと思ったりもしました。で、あと3時間ぐらいすると、塗ってからだいたい10時間後ぐらいになるので、その頃にまたお会いしたいと思います。そして今夜の10時50分になりました。だいたい10時間後ぐらいなんですけど、肌の状態はこんな感じになります。ちょっと痒くてかいたとこが赤くなってしまってるんですけど、とりあえず肌の状態っていうのはねこんな感じなんですが、でもやっぱり10時間ぐらい経ってくると化粧直ししないと、ちょっとこういったファンデーションの場合は崩れが気になりますね。でも通常に使う分だったら、適度に途中でね、昼過ぎとかに軽くお直しとかできるとは思うので、そう考えるとすごくね使いやすいファンデーションかなって思います。で、明日は私がよくやるようなメイクのやり方で日焼け止めをして毛穴の下地を塗って、その後にファンデーション、そしてセッティングもスポンジでやっていきたいと思います。で、セッティングパウダーは今までねアワーグラスを使っていたので、同じアワーグラスのセッティングパウダーを使って塗り方だけ変えてやってみたいと思います。
ますということで3日目になりました。まず眉毛だけ今描いてる状態です。で日焼け止めは塗っていません。通常私は眉毛を一番最初に描いて、それから日焼け止め、そしてアイメイクとファンデーションみたいな順番になるんですけど、なのでこれから日焼け止めを塗っていきたいと思います。で今塗り終わったので下地を塗っていきたいと思います。でプライマーはディオールのバックステージフェイス&ボディプライマーを使おうと思います。色味が001番のユニバーサルですね。今までねタッチャのプライマーを使ってたんですけど、ミニサイズね終わっちゃって、そうなので今私が持っているのがこのディオールのバックステージと、あとナターシャ・ディノーナのマジックプライマーもいいんですよ。ファンデーションはまあまあだったかな、色味があんまり合わなくてね、まあこれかナターシャ・ディノーナのプライマーにしようと思ったんですけど、多分ディオールの方が持ってる方も多いと思うのでちょっとこっちにしますね。仕上がりはねすごく似てます。こんな感じですね。これを塗っていきます。香りが好き。今下地を塗ったので1分ぐらい待ってからファンデーションを塗りたいと思います。塗っていきますね。プライマーしてるせいかファンデーションの塗り方がちょっと綺麗な気がします。でちょっと重ねますね、この辺。次パッドマックグラス塗ります。私が最低限求めるカバー力に仕上げるにはこのぐらいになりました。アワーグラスのセッティングパウダーでスポンジでつけますと余分な粉を取って、こんな感じになります。私がこのファンデーションで仕上げるならこうしてね毛穴プライマーを使ってある程度重ね付けっていうのをもうちょっとしてカバー力を出すような形、そしてセッティングはスポンジになるかなと思うんですが、果たしてねこれで何か違いがあるのかっていうのを見ていきたいので、また5時間後ぐらいにお会いするのはいかがでしょうか。今5時半になったのでちょうど5時間後の状態を見てみたいと思います。見え方はいかがでしょうか。私はねだいたい5時間後ぐらいまでのツヤ感はすごく好きな印象があります。で今回3日目はプライマーがね加わっているんですが、それは主に私は毛穴をねちょっとカバーする目的で使っていて、それは5時間後ぐらいでも、私にしては1日目2日目よりもいいかなっていった確認ができたので、もうこれはね OK として、あとは本当に現実的に実際に自分が使う時のやり方を試してみたいので、だいたい5時間後ぐらいに、軽くね化粧直しをすると、それはイメージとしては朝メイクをして、お昼ご飯食べた後に軽くね化粧直しができるといった環境を想定して、ちょっと私もね今から簡単に化粧直しをしたいと思います。でちょっとパウダーのせていきます。
化粧直しって言ってもこうやってパウダーを上からねパパってかけるだけだからすごく簡単ですよね。こんな感じでもう1分もしない化粧直しが終わりました。もうこれだったら外出先でもちょっとねお化粧室とか行った時にパパッと直すこともできるし、これでまた5時間後とかねしっかり持っててくれれば私はいいかなと思いますので、今5時40分ぐらいなので夜の10時40分ぐらいにまたお会いしたいと思います。夜の10時40分になりました。今の段階でファンデーション塗ってから10時間が経過したんですけど、今日は5時間後に軽くタッチアップでね全体的にパウダーをかけています。パウダーをファってかけるだけで本当に簡単なタッチアップだったんですが、それをね5時間後にやるだけで残りのまた5時間がこのぐらいね綺麗な感じで持ってくれて、今回の3日目のやり方だったらこれからもね使っていきたいなって思いました。個人的にファンデーションの重ね塗りってやっぱりこうのせればのせるほど崩れやすくなるっていった印象があるので、なかなかねこうやる気にはならなくて、パッドマックグラスのファンデーションを買ってカバー力のなさに使えないなと思って本当は使ってなかったので、今回ね結構この辺は重ねてみたんですが、これだったらね全然大丈夫だなって気がしました。でパッドマックグラスもマリオも私の肌にやるとあんまりね変わらない仕上がりな印象がありますが、皆さんはどちらが好きですか？よく見ると鼻の横、パッドマックグラスの方がちょっと崩れてます。マリオの方がまだちょっとマシです。でもそれ以外は本当大差はないかなって思うので、あえてマリオの方を買い直すほどではないかなといった印象がありました。ただもし両方ともサンプルで1個だけ買うとしたらマリオにするかもしれないです。理由としては仕上がりがほとんど同じぐらいなんだけども、値段もずっと安いし、肌がすごい敏感になった時でも、アルコールも入っていないので刺激性はパッドよりかは弱いんじゃないかなといった気もするので、ただパッドマックグラスは結構思い切ったセールをやってくれる時があるので、値段が安くなってたらパッドを買うかなっていったぐらいの差になってきます。ファンデーションの質感も結構サラッとした質感が好きな方はパッドの方がねずっといいかなと思われる方もいらっしゃると思うし、結構好みになってきますよね。今回はファンデーションの比較ね3日間お付き合いいただいてどうもありがとうございました。皆さん肌の質感とか好みとかいろいろ変わってくると思うんですが、何かしらね参考になればとても嬉しいです。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。